はい、ということで、今からこの宿、チェックアウトして出発します。この宿ね、田代ホームステイっていうところで、ジープスタンドからもすぐで、めっちゃ便利、いい宿でした。今日も晴れてはいるんですけれども、ただね、朝には山は見えませんでした。朝のヨクサム。ここがヨクサムバザールっていう一応中心地なんですけれども、こんな感じでのどかです。このジープで出発。ということで、以前も来たジョレタンに到着。ここからガントク行きに乗り換えます。ガントク行きどこで帰るんだろうな。ということで、ガントク行きのジープもゲット。順調です。ガントク2時に到着。なんかジープスタンドも洒落てる。さすがシューターで、こっから宿探しなんですけれども、その前に飯を食いたい。お腹が空いてます。すごっ、ここスターバックスとかマクドナルドとかもある。めっちゃ洒落てる。やばい、また安宿難民の予感。全然見つかんない。いや、ガントクすごいわ。大都会。安宿がどこにあるのかがいまいちよくわかんない。でその前に腹減った。ということでエッグターリー。ご飯を食べている最中にアゴダでホテル予約しました。ここから歩いてちょっとのところにあったんで、もうそこ行ってきます。いや、ガントクこの景色綺麗なんですけど、その分坂道が多くてしんどい。ここがなんかドミトリーで、ここがベッドでこっちは誰か来るかもしれないって言われた。この部屋がドミトリーとかないっすよね。まあいいや、ちょっと安かったんで。ガントク街歩きで、まあ事実上このガントクがこのインド北東部最後の街になると思うんですね。次はね、このシッキムを出てまた西ベンガル州に戻るって形になるんで、いや、インド北東部途中ね、足くじいたりしてアクシデントありましたけど楽しかった。で、結構生き残したところがあるんで、そこはね、また別の機会にもう一度このね、インド北東部セブンシスターズ来てみたいなと思います。ただ今回はね、これでおしまいということで、そろそろ僕自身のこのアジア漂流の旅もそろそろ終わりかなという風な印象です。ちょっとセンチメンタル。ここカジノだって。カジノもあるんですね。ジャックポットって。いや、ガントクほんと坂だらけできついんですけれども、この景色はいいな。バーキーもある。やっぱガントク大都会。これが、ガントクの目抜き通りですね。 MG マーグっていう通りです。歩行者天国になっていて、ここにはガンジーさんがいます。やっぱこういう賑やかな観光地の通りを一人で歩いていると人恋しくなるの、やっぱり。っていうのもやっぱりこのインド北東部は本当に観光客、外国人の旅行者っていうのがね、全然合わないんで、今朝ユクサムでホテルのオーナーと話しているときに、昨日外国人のグループが到着したって言ってましたね。ただホテルとかは全然違うんで会うことはなかったですけど、日本人になると本当皆無じゃないでしょうか。どっかには日本人もこのエリア旅してるはずなんですけれどもね、会わないですね。以前はね、インドは外国人のバックパッカーが多かったんですけれども、今は完全にインド人の国内旅行者が、特にこういったね、避暑地は多いですね。そしてガンジーの反対側はレッサーパンダ。なんかここにソフトクリームあるんで食べようかな。
ネパール人と間違えられた。美味しい。I love ガントク。おはようございます。ということで、ガントクは朝から雨、もう昨日の晩からね、ずっと雨降り続いて、今10時ぐらいなんですけど、ようやく雨が収まったかなっていう風な形で、今から観光開始します。このガントクには郊外にね、とても重要な仏教寺院があるんですけれども、もうそこは行きません。行くのが大変なんですよね。なのでもうこのガントク市内でちょっと回っていこうかなと思います。っていうのももう雨だし、もう寒いし、もう大変ですよ。もういや、なんかガントクはこう街歩きしてるとハッとなるような景色に出会うな。こことかなんかすごい景色。ということで、今からここナンギャルインスティテュート・オブ・チベトロジーということで、チベット関連のなんか博物館があるみたいなんで、ここ行ってこようと思います。いやー、ちょっとまた雨が降ってきた。ただもうすぐ着くんで、建物の中に早く入ろうということで、ここはチベット学に関する博物館、いろんな所蔵物が置いているということでね、これ今から行ってきます。チケットはここで買うのかな。値段は25ルピーで、ここがその建物。いやー、建物も立派これね。早速観光客も結構たくさんいる。今から行ってきます。ということで、中は撮影禁止でしたけれども、大変素晴らしかった。ここは一部がもう博物館みたいにはなっているんですけれども、基本的にはやっぱり研究所なんですね。で、この所蔵物っていうのは、このシッキムのものからネパールだとかブータンだとかチベットだとか、いろんなところから収集されているもの、古いものからね、比較的新しい単価までいろんなものがありました。ということで、ここね、ニャンギャルインスティテュート・オブ・ティベトロジーというところです。で、ここから5分歩いた向こうにはなんか別のチョルテンもあるらしいんで、行ってこよう。この急な坂道を登り切ったところにチョルテンが見えますね。ということで、チョルテンです。ということで、今からこのガントクの丘の上にあるチベット仏教の僧院ね、ここに行ってこようかなと思うんですけど、道がいまいちよくわかんないんですよね。ここでいいのかな。ステップトゥチベットロードって書いてあるから、ここかな。うわ、ものすごい霧が出てきた。多分こっちでいいと思うんですけれども、合ってるよな、これ。ここですね、これ。ここ行きたいんですよ、このエンチェイモネステリーに行きたいんで。で、今向かっているゴンパもね、山の上に作られていることからも分かるようにニーマハのゴンパですね。いや、ただものすごい霧が出てきた。いや、もうひたすら階段が続く。きつい。いや、もうほんと、なんでこんな山の上に作っちゃうんでしょうね。行くの大変だっつうのも。ということで、階段登り終えた。まだ坂がある。あれだ。多分あれだ。到着しました。これエンチェイモネストリーかな。到着。いや、疲れた。ちょっとどっかで休んでチャイでも飲みたいな。ないかな、お茶屋さん。ゴンパ前のお茶屋さんで休憩。いや、ひたすら登ってきてからのチャイうめえ。ということで、マギー。ということで、お腹も膨れたんで中入ってきます。ということで、ここがエンチェイモネストリー。ここは1840年に作られたゴンパですね。ゴンパの中にカフェとかもある。ここでなんか食べればよかったな。
多分ここも天気がいいと山が見えるんでしょうけど、今日はもう全然ダメですね。やっぱりね、すごい立派なゴンパ。中は完全に撮影禁止なんで見てきます。結構中はねキラキラ、LED のなんか照明とかもあったりして新しい感じね。多分こっちが本堂かな。こっちちょっと見てこよう。ということでここが本尊みたいな形ですね。正面に仏さんがいて、左右にグルリンポチェとその化身がいるという風な形でした。中はねそんなに広くないです。ということでエンチェイソーインでした。岩徳観光もこれでおしまいということでね、明日にはこの町出る予定なんで、これでインド北東部の旅も終わりです。僕のこの旅行は中国から始まったわけなんですけれども、本当はアジア横断といいましょうか、なるべく陸路でねトルコのイスタンブールあたりまで行ければいいなと思っていたんですけれども、今イランを中心にね大変なことになっていたりだとか、あとインドの隣のねパキスタンもアフガニスタンとね交戦状態になっているんで、なかなかそういう状態ではね行きづらいかなということで、もうそろそろねこの旅も潮時かなというふうに思っています。そんなわけでね、そろそろ帰国のことも考えなきゃいけないんですけれども、ここでやっぱり問題になるのが今燃料費高騰のため飛行機代のチケットがね上がってるんですよね。で希望を言えばね、ネパールのカトマンズあたりから日本に帰れればいいかなと思ってたんですけど、片道チケットを探しているとね10万円とかしちゃうんですよね。なのでもしかするとカトマンズから帰らずにインドのデリーあたりからね、デリーまで行くとねやっぱりだいぶ選択肢っていうのが増えるんで、安いチケットも出てくるかなとは思うんでね。なので個人的にはだいぶこの旅行ももうおしまいかなという風な感じなんですけれども、実際にはまだね続くと思いますので、相変わらずよろしくお願いします。でずっと下ってくるとここに出てくるんですね。 MG マーブに出てくるんですね。なるほど、戻ってきた。でなんかこのレッサーパンダがシッキムの象徴的な動物らしい。ここがラルバザールっていうビルそのものが市場になっているみたいなところらしい。すごいな。もう岩徳ずっと雨。今夜8時ぐらいなんですけれども、雨止むの待ってたんですけども全然止むそうにないから、一時よりだいぶ雨弱まったかなと思ったんですけど、やっぱり来てみると結構降ってる。もうちょっと近場でサクッと食べて帰ります。ということで明日は一日移動で、しかも国境も越えると思うんで、バタバタするかなと思うんですけれども、よろしくお願いします。